は、相沢エミリです。今日はまた第2弾、妹から質問を選んでもらって質問に答えるという質問コーナーしてみたいと思います。なんか妹とやった方が自然っていうコメントをたくさんいただいたので今日もいます。では早速やっていきたいと思います。じゃん。では早速、私は何も知らないのでいきなりできます。お金で失敗したなっていうエピソードはありますか？お金で失敗したなっていうエピソードはないんです。つまんない。終了。そんなにお金に執着がないっていうところから来てるのかもしれないんですけど、なんかお金を稼ごうっていう気持ちもないので、仕事を頑張りたいんですけどお金を稼ごうっていうのがないから、そういう騙されるとかもないし、意外と現実的なとこもあるので、あんま執着がないっていうことかな。次、はい。死亡吸引したことありますか？死亡吸引したことはないです。してそうですか？よく言われるんですけどね。なんか死亡吸引して痛かったですかとかもやってる前提全然すごいいいと思うんですけど、私はないですね。一番高い買い物は何でしょうか？一番高い買い物は、会社を除いたら会社のことでお金すごい使うんですけど、何の買い物で言ったら車かな。ロールスロイスっていうファントムをキャバ嬢時代に購入したのが一番高かった気がします。最近あんま乗ってないな。紹介しますね。一番太ってた時の体重って何キロですか？かわいいやな。一番太ってた時は多分46キロぐらいだと思います。今は？今40キロぐらい。多分あんまり体型が変わんないですね、そんなに。ショートカットの時代があったなら見てみたいです。あ、ショートカットありましたよ。23歳ぐらいの時、ほんとこれぐらいでエクステもつけれないぐらい短かった。写真出しときますね。すごい短かったよね。似合ってるよね。似合ってたのかな。なんであんなに切ったんだろう。なんか人って気持ちを変えたい時とかに髪型を切ったりするみたいで、確かにその時なんかすごい荒れてました、心が。キャバ嬢のストレスでうおーってなってました。仕事で落ち込んだ時はどうやって対処しますか？仕事で落ち込んだ時はしょっちゅう落ち込むんで電話します、妹に。今でも。昔話したんですけど、妹との姉妹ウーバーみたいな語るで、妹昔私の会社で働いてくれていて、その当時から何かあったら妹に相談するみたいな、泣きつくみたいなで会社を海外に行くっていうので辞めてしまって、そこからはいなくなっちゃったので、夜とか電話したりとか。もう今でも電話が来るとドキッとするこの間もね、夜中の2時ぐらい鬼電して出なかったんですけど出たら長いんで、いきなり夜中に実家に帰るとかしてましたね。いきなりタクシーで。それぐらい仕事で落ち込むこと本当にしょっちゅうあるんですよ。しかもグワーみたいな、もう私人生終わったぐらいの落ち込む方だよね。やっぱ次の日になったらちょっと前向きになって、じゃあどう解決しようかなっていう方に行くので、ずっと悩んでるっていうことはないですね。最終的にはどう解決していこうかっていうので考えてきます。キャバクラのお客様をお店に呼ぶコツを知りたい。キャバクラのお客様をお店に呼ぶコツは、可愛くめげずにしつこく3か条。もうしつこいって言われても、ね、おはようって LINE したりとか、君いいからって言われてもなんでみたいな。ただあんまりお店に来てって直接はあんまり言ってなかったですね。何してるのとか連絡取ったりとかはしてたんですけど、なのでひたすら待つっていうのが一番時間がかかるようで早いというか気がするので、お店に自分は出勤して常にお客様に連絡取ってっていう感じでしたね。来てはあんまり言っちゃいけないわけではないけど、まあ人によるとは思うんで、来てもらえるように楽しく連絡を取り続ける地道です。これも。何か資格を持っていますか？資格ないです何もないです。運転免許もないし、ネイルの学校も行ってたんですけど途中で辞めちゃってないし言ってたよね。これもう今だから話せるんですけど、ネイルの学校行って私はネイリストになるみたいな18歳の時ぐらいですよ。何も考えてないで、とりあえず行ったので、自分がネイリストになるってことは自分も実験台にならなきゃいけない、実験台とか練習台にならなきゃいけなくて、キラキラに綺麗にしてたネイルを取ってくださいって言われて、それが嫌でやめました。最悪ですね。私はネイリストになりたいじゃなくて、ネイルをやってもらうのが好きなんだっていうことに入学して気づきました。そしてやめました。男だったらホストしますか？私ね、ホストできません。売れる気がしません絶対売れないよね。なんか一生トイレ掃除とかしてそう年収はいくらですか？年収すごい多い。年収聞かれたことないな。年収いくらぐらいなんだろう。何億円？確かにあんまり知らない。あんま言ったこともないし聞かれたこともない。この年収って気になる？なんかこんだけ綺
あ、こんだけまあね載せてるからね。確かにね、本当にお金に執着がないんですよ。仕事頑張ったのも、まあ、お金が欲しいっていうよりも結果が楽しくて悔しいとか頑張ろうっていう気持ちで後からついてきたっていうところがあるので、結構綺麗事じゃなくて本音なんですよ。なので、まあ、今1円もなかったとしても別に全然いいですね。ただ会社が大事なので、会社がなくなったらもう本当に泣きます。初めて整形したのはいつ？初めて整形したのはいつ？21歳ぐらいの時ですね。21歳の時のブログでいきなり顔が変わってる日があると思う探してみてください。私20歳の時からブログ、今のブログ書いてるので、いきなり多分顔が変わる日があると思いますその日です。美容の質問多いの。今度美容をまとめてみてやろうかな。エミリちゃんの人生の優先順位の上位3つは何ですか？優先順位、好きなことでしょ。仕事もそう。好き全部好き。好きなこと、好きな人、好きだけですね。私は好きだけで動いてる。ハッピー、ラブ好きの中に嫌なこととか嫌いなこととか苦手なこととか出てきたことは全部好きの中の1箇所だから全部やる。顔の大きさ何センチですか？顔の大きさ測ってみようよ。知らないわ。事情あるんだな。あった待って、ちょっと待って、チェックさせて。どうしても測りたい。 AR を使った魔法のようなもんじゃん。いいよ、アプリ。分かったやり方が。こんなにさ、33センチもあるわけない33センチでした33センチってここまでだな33センチです縦36センチ。これ36センチ。36センチです。最後にどうぞ。笑ってください。ヒーって書いてる。いつから？昔からだよね。いつから？もうしたいんですよ。昔からじゃない？何歳の時から？でもうちのお母さんもそうじゃない？私も割とそうだから家系？うちのお母さんも「あー」とか言ってこの間笑ってました。もう一緒だみたいな。顔も硬い系もそっくりなんですよ。全部一緒だと思いました。遺伝だよね。したいよね。直したい。でも YouTube 始めてちょっと褒められるようになったのでまあちょっと一歩間違えれば下品ですよね。どうですとか、私の妹とナチュラルな感じの質問返しでした。最近 YouTube もマイペースな更新なんですけど忘れないでください。私ね、本当に意外と毎日仕事してるんですよ。アパレルとクリニックと、クリニックは美容クリニックをプロデュースっていう形なんですが、アパレルはめっちゃ社長なのでそうなんです。意外とお洋服決めるところから販売するところまで意外と全部やるので、45にプロデュースしてて、今やっぱちょっとキャバクラってこういう状況なので世の中なので、ものすごく大変でいろいろねあるんですけどね、大変です。一言言うと頑張っていますので、皆さん頑張りましょう。締め最後のご挨拶を。最後のご挨拶と、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まさか YouTube がこんなに続くと思わなかった。ちょっとぶっちゃけて言うと、見てくれてる方ありがとうございます。何かやってほしい企画あったら書いてほしいね。なんか OV やってくださいって言われるんですよ。私からしたらそれでいいのと思ってチキンナゲットとか超食べたいんですけど何でもお仕事のことでもプライベートのことでも美容のことでも何か質問あったりやってほしい企画とかあったら書いてください。では、いつもありがとうございます。